小さい頃からありのままの自分を愛してもらえなかった人は、気づいていなくても愛情に飢えています。人は愛情が欠けていると生き方を間違えます。アダルトチルドレンが生きやすくなるためには、自分という存在を大切に扱ってもらう体験、受け入れてもらう体験、本当の気持ちを理解してもらい、寄り添ってもらう体験、周りがみんな敵になっても、それでも味方になってもらえる体験が必要です。そしてその人とはあなた自身です。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは親に責められながら育った。親に道具のように扱われて育った。親に味方になってもらったことがない。親に気持ちを汲んでもらったことが一度もない。このように言うかもしれません。でも、もう一つ重要なことに気がついていない人が多いです。それは、自分で自分を責めている。自分に優しくないということです。さて、話を変えて、今までの人生で出会った上司を思い浮かべてみてください。まだ働いていない人は先生を思い浮かべてみてください。嫌な上司といい上司で極端な例を挙げてみましょう。まずは嫌な方からです。早くあなたに成長してもらうと自分が楽をできるので、まだ何もできないあなたがミスをすると、憎しみやイライラを乗せてあなたの悪いところを責めてきます。あなたを育てるためのアドバイスはできないので、ただただまだできるようにならないのかとイライラをぶつけてきます。次に理想の上司です。誰でもできるようになるまでには時間がかかるということを理解してくれていて、あなたができない間もイライラせず、失敗しても決して責めてくることはなく、いつでも味方になってくれてうまくいくようにアドバイスをくれます。どっちの上司に当たるかで人生に違いが出るだろうということは容易に想像がつくのではないでしょうか。勤務時間しか接することがない上司であっても人生に違いが出るでしょう。もしこの話が上司ではなく小さい頃からずっと一緒にいた親だったら人生が全く違ったものになるということも容易に想像ができるのではないでしょうか。次に、これを上司や先生や親ではなく、自分に置き換えてみてください。自分が自分に対してどっちの上司になっていますか？自分が自分に対して嫌な上司の方になっていないでしょうか？親は接する時間が長いとはいえ、大人になるにつれて接する時間は短くなっていきますが、自分とは生まれてから今までずっと一緒にいます。大人となった今、自分に対する影響は親よりも自分の方が与えています。自分が自分に対して嫌な上司になっている人と、自分が自分に対していい上司になっている人とでは、人生が全く変わってくると想像できないでしょうか。今日はもう絶対に自分を責めるのはやめようという話です。1、自分を責めてはいけない理由。2、自分を許そう。3、自分への誤解。4、練習と対策。5、ポイントの振り返りと補足。6、すぐにできること。このような順番で話します。では、自分を責めてはいけない理由ですが、
多くのアダルトチルドレンは小さい頃からありのままの自分を受け入れてもらうというより、ありのままの自分を出すと過度に責められて育ってきている人が多いです。何もわからない状態で生まれてきて、まだ何もわからない時に自分を世話してくれる親に責められ続けて育てば、自分が悪いから怒られていると思い込みます。自分が悪いからだと思い込んでいれば、自分でも自分を責めます。このように何もわからない小さい頃からなので、それがおかしいとは大人になってもなかなか気づきません。そして大事なことは、親に責められていた時に、目に見えないところで何が起こっていたかということです。人はストレスを感じるとコルチゾールというストレスホルモンを出します。もちろんこれは意味のあるものなので、一時的にそれを出すことはいいことですが、慢性的にストレスを感じる環境にいた人は、ストレスホルモンが出やすい体質になるかもしれません。そうなると睡眠の質が浅くなったり、なかなか寝つけなかったり、恐怖を感じやすくなることもあるそうです。そしてストレスホルモンばかりが過剰に出る人は、幸せホルモンが出にくくなります。つまり抑うつ的になっていきます。このように過度にストレスホルモンを出し続ける状態はいろいろ問題が出ます。小さい頃に親から責められ続けていた時に、実は目に見えないところでストレスホルモンが出やすい脳に変わっていた可能性があります。ここでは責められる程度のことで話しています。あまりヘビーな話は YouTube 側が好まないようなので、ヘビーな話は避けています。例えばもっとヘビーで日常的に暴力を受けていたような人は、ストレスホルモンレベルの話ではなくて、もう脳が縮小していたり萎縮している可能性があります。ここではこれ以上話しませんので、興味のある方はご自身で調べてみてください。話を戻すと、ストレスホルモンが出やすい人と、普通には出るけど普通レベルの人といます。自分がストレスホルモンが出やすい体質だと感じるのであれば、なるべくストレス環境を避ける努力をしましょう。嫌な人からは離れるということです。ストレス耐性があって我慢が効く人と、ストレス耐性がなくてストレスに弱い人とがいます。多くの場合、アダルトチルドレンは誰かに攻撃されるとすぐにストレスに満ちてしまいます。そして一番大事なことは次です。誰かにいじめられたり攻撃された時もストレスホルモンが出ますが、自分をいじめたり自分を攻撃している時もストレスホルモンが出るということです。親に過度に責められ続けていた時に、目に見えないところでストレスホルモンが出ていたように、自分で自分を過度に責めている時にも見えないところで悪影響を与えています。ここではストレスホルモンを題材にして話していますが、他にも自分を責めていると自己批判を強めたり、この自分は恥ずかしいという恥の意識を強めたり、自分の意欲をくじいたり、そのネガティブな感情を周りに伝染させたりなど、目に見えないところでいろいろな悪影響を与えています。アダルトチルドレンは辛い人生から抜け出そうと、とても一生懸命勉強していろいろ取り組むのですが、それなのに自分を否定していることだけは取り組まない人がいます。これではあらゆることを一生懸命頑張っても効果は出ません。問題は他人を優先にしてしまうために自分の気持ちを全く顧みなかったりで、
そもそも自分を責めていることに気づいていないかもしれないことです。まずは自分が自分を責めていること、そして自分を責めているときに何も起こっていないようでも、見えないところでは悪影響を与えているということを意識する必要があります。理想を言えば、親がありのままの子供を受け入れてくれればよかったのですが、そうは言っても、ありのままの子供はものすごい手がかかります。心が成長していて、愛のある親でないとなかなか難しいです。親も限界がある人間ですから、親のことより自分のこととして捉えていく必要があります。例えばさっき、自分を責めているから自己批判を強めたり、恥の意識を強めたり、自分の意識をくじいたりなど、見えないところでいろいろな悪影響を与えていると言いましたが、逆に自分をいたわる心を持てば、これらは和らぎます。そしてこれらが和らいで自己肯定感が上がってくれば、そのポジティブな感情が周りに伝わり出します。人間関係もうまくいきやすくなります。これも見えないところでの効果です。他にも自己肯定感が上がってくると、今まで自分を見下していた人たちが見下さなくなったりします。こちらを感情の持った一人の人間として尊重していなかった人が、こちらを一人の人間として尊重するようになったりします。なので、自己肯定感を上げることを目標にする必要がありますが、だからといって自己肯定感など簡単には上がりませんので、まずは自己否定をやめることを目標にしましょう。自己否定をやめるには自分を許すことが必要です。なぜ他ならぬ自分なのにその自分を許せないのかというと、心のどこかにまだありのままの自分を認めてくれなかった親がいるということです。だからありのままの自分は許されないと思い込んでいます。このように言うと、会社でありのままの自分など出せるわけがない、そんな人いないと反論する人も出てきますが、もちろんありのままの自分でいいと言っても、講師の区別は必要だし、時と場所を考える必要はあります。それでも根底でありのままの自分で価値があると思っている人が、時と場所を考えてありのままの自分を隠すのと、根底でありのままの自分では価値がないと思って自分を隠している人とでは全く違います。ここで言っているのは、根底でありのままの自分では価値がないと思い込んでいる人のことです。このような人が自分を許せないのは、周りがありのままの自分を許していないという相手への誤解があるからです。周りに受け入れられていると感じられれば、自分でも自分を許しやすくなります。ここでの問題は、世の中にはありのままのこちらを受け入れてくれる人と受け入れてくれない人とがいるということです。そしてアダルトチルドレンはネガティブ面ばかり見る特徴があります。つまり、ありのままの自分を受け入れてくれない人のことばかりに意識を集中させています。だからなかなかありのままの自分に価値があるとは思えないからくりになっています。このからくりに限らずですが、アダルトチルドレンが抱えているからくりは簡単に解けるようなからくりではなくて、時間をかけて真剣に本気で取り組まないとからくりからは抜け出せないかもしれません。自分は認知の歪みのからくりに引っかかっているかもしれないと思う方は、
アダルト・チルドレンの認知の歪みという再生リストを参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。相手への誤解に気づいて自分を許した次は、自分への誤解にも気づく必要があります。アダルト・チルドレンは相手への誤解だけではなく、自分への誤解もあります。では、自分への誤解も考えてみましょう。親に過度に責められ続けて育ったような人は、何かが起こると、ある意味人間なら仕方のないようなミスや、たまたま運が悪かっただけのことであっても、とんでもなく悪いことをしたと解釈して自分をとんでもなく悪い人と感じたりします。なので、とんでもなく自分を責めるのではなくて、ただ同じことを繰り返さないように注意をしておくというだけにしましょう。また、例えば上司が怒ったとします。上司のイライラの吐き口にされたかもしれないという可能性もあります。それなのに、このような人は、ただ相手が機嫌悪かっただけでも、自分が悪いかのように感じがちです。次に、相手の問題ではなく、何かこちらに間違いがあったとしましょう。だとしても、わざと怒られるようなことをする人はいません。わざとでないのであれば、とんでもなく悪いことをしたのではなくて、人間なら誰もがしてしまうミスをしたということです。恋人を傷つけてしまった時も同じです。人間同士なのだから、長く付き合っていれば、お互いに一度や二度は勘違いやミスなので、相手を傷つけてしまうこともあります。今後、同じことをしないように気をつける必要はありますが、それをしてしまったことは、とんでもなく悪いことではないし、それをしてしまったあなたも、とんでもなく悪い人ではありません。人間ならある意味仕方がないことです。アダルト・チルドレンは根っこで自分という存在をなんか悪い人という感じ方をしているので、そしてその根っこを通して現実を見るので、10悪いことをすると100悪いことをしたように感じるし、何もしていなくても相手が怒っていると自分が悪かったかのような感じ方をするし、迷惑をかけていない人にもごめんなさいという気持ちになっていたりします。これではどんどん自分を萎縮させてしまいます。そもそも最初の段階で自分という存在は悪い人、自分など雑に扱われるべき存在、このような自分への感じ方が間違っています。では練習と対策ですが、根っこにある自分という存在は悪い人、自分など雑に扱われるべき存在というような感じ方から、自分にとって一番大切な人は自分という感じ方に変えられるように、これからは絶対に自分を責めないように心がけましょう。急には変われないので練習が必要です。例えば生きていれば失敗することもあります。仕事でミスをしたときは、なんでこんなこともできないんだと自分を責めるのではなく、こういうこともある。人間は完璧じゃないから失敗しても大丈夫と自分に言ってあげる練習をしましょう。もし社内で一番ミスが多いのだとしたら、その自分を責めるのではなくて、自分は自分のペースで成長しているからいいんだよと自分に言ってあげましょう。過去の失敗を思い出したら、あの時はああしかできなかったんだよね。でもできる範囲で精一杯頑張ったんだからいいんだよと自分に言ってあげましょう。頑張りすぎて頭が痛いとか、ぼーっとするとか、
体が疲れた時は、もっと頑張らないと、と無理して自分の体を酷使するのではなく、今日はここまでで十分、しっかり休んで明日また頑張ればいいよ、と自分に言ってあげましょう。自分に優しい声をかけるには、意識して練習する必要があります。このように言われても、そしてそのようにしようと思っても、実際にそのような場面になると、やはり自分に優しくなるどころか、自分をとんでもなく責めてしまうこともあるかもしれません。こうしよう、自分を責めるのはやめよう、と固く誓っても、そのようにできないかもしれません。それでもいいんです。やめようと思ってもやめられないからといって、あなたに何か欠陥があるわけでも、あなたが劣っているからでも、ダメ人間だからでもありません。自己否定はやめなければいけない。でもやめられない。それがありのままの自分なのであれば、それすらも許してあげましょう。自分なのだから、徹底的にどんな自分でも受け入れてあげましょう。人はいつでも好きな時に変われるのではなくて、準備が整った時に変われます。今はまだできないのであれば、それがありのままの自分です。その自分を責めるのではなくて、自分を責めずに、そして捨て鉢にならずに、時期を待つということも必要です。では、ポイントを振り返りながら補足します。アダルト・チルドレンは、ありのままの自分を受け入れてもらえるという体験が欠如している人が多いです。ありのままの自分を受け入れてもらえるどころか、拒否されて責められながら育っているかもしれません。このような人は、ありのままの自分は悪い人という思い込みができるので、自分でもありのままの自分を責めるようになります。特に親からこっぴどく責められていたような人は、ありのままの自分をとんでもなく悪い人のように感じているかもしれません。そして親からこっぴどく責められていた時に、何かが起こっているようには感じなかったかもしれませんが、見えないところでは、例えばストレスホルモンがドバドバ出ていたかもしれません。他にも見えないところで、ストレスホルモンが出やすい脳にしていたり、恐怖を感じやすくしていたり、熟睡できなくしていたり、幸せを感じられなくなる脳にしていたかもしれません。そして、小さい頃からありのままの自分を愛してもらえなかった人は、気づいていなくても愛情に飢えています。人は愛情が欠けていると生き方を間違えます。アダルト・チルドレンが生きやすくなるためには、自分という存在を大切に扱ってもらう体験、受け入れてもらう体験、本当の気持ちを理解してもらい、寄り添ってもらう体験、周りがみんな敵になっても、それでも味方になってもらえる体験が必要です。そしてその人とは、あなた自身です。アダルト・チルドレンは欠けている体験を補う必要があります。それなのに自分を大切に扱わない人が多いです。自分が自分を責めているということは、他の人に責められている時と同じようにストレスホルモンを出しているということです。これでは小さい頃に失ったものを補えるわけがありません。これからは絶対に自分を責めないと固く決意をしましょう。そのためには、まず自分を許す必要があります。そうは言っても、周りがありのままの自分を許していないと感じていると、自分でも自分を許せなくなります。ありのままの自分を許していなかったのは、親であって周りの人ではありません。
また、その影響を受けて、今ありのままの自分を許していないのは、自分であって周りの人ではありません。自分を許していないとは、例えばアダルトチルドレンは、心の成長に必要なものが欠けていたり、認知の歪みがあったりで、悪気はなくても周りに迷惑をかけてしまうことがあります。そこで周りに責められることがあるかもしれません。でも、たまに間違いを起こすことは誰にでもあることだし、ましてや心の成長に必要なものが欠けていたり、認知の歪みがあるアダルトチルドレンにとっては、ある意味仕方がないことでもあります。間違いを犯したのであれば、相手に対して謝ったり、今後は気をつけていく必要はありますが、でも自分で自分を責めるのは間違っています。長いこと自分を責めていたアダルトチルドレンが急に180度方向を変えるのは難しいことです。でも、もう絶対に自分を責めないということを心づもりとして持ち続けることはできるはずです。まずは自分に対する優しい気持ちを作るのではなくて、その準備をするということです。例えば、間違ったことをしてしまったと気づいたのであれば、同じことをしないように注意をする必要はあります。でも、アダルトチルドレンは、周りに嫌われないように細心の注意を払って生きている人たちです。度を超えて自分を責めなければいけないほど悪い人ではないし、そこまで悪いこともしていません。だから、このように日常生活の中で間違ったことをしてしまったら、自分が自分を度を超えて責めるのはやめましょう。自分を責めていると気づいた時点で、その思考をただ手放しましょう。そう言われても気になってしまうのがアダルトチルドレンですが、それでも他のことを考えましょう。もう一つ大事なことは、自分を許していない人は他人からの攻撃を受け入れてしまいます。例えば、こちらに非がある場合に怒られるのはわかりますが、こちらに非がないのに、とやかく言われる筋合いはありません。それこそ、そんなことは気にせずに、すぐに他のことを考えましょう。ずっと自己批判をしながら生きてきた人が、自己批判をやめるのは簡単なことではありません。練習が必要です。よかったら日常生活の中で自分に優しい声かけをする練習をしてみてください。例えば試験の前は、これまで十分な準備を頑張ってきたねと自分に言ってあげてください。試験がうまくいかなくても、誰にでも失敗はあるのだから次は頑張ろうねと言ってあげてください。そのような練習を続けることが必要です。そして、アダルトチルドレンは人によく気を使います。つまり、いい人なのですが、でも、アダルトチルドレンが一番気を使わなければいけないのは自分です。人に気を使うことが大事でないとは言わないけど、一番大事なのは、自分の気持ちを理解してあげること、自分の味方になってあげること、自分を楽しませること、自分を喜ばせることです。日常をただルーティン的にこなすだけではなくて、自分に気を使う日、自分を楽しませる日、自分を喜ばせる日も作りましょう。例えば好きな映画を見るとか、好きな景色を見に行くとか、自分で自分を楽しませる日も作りましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自分の感情を認めようということです。
例えば、なんか今日は落ち込んでいて元気がないなぁと感じたとき、そんな自分ではダメだと自分の感情を否定するのではなく、今日は気持ちが落ち込んでいるんだねと自分の感情を受け止めてあげましょう。あの人が嫌いでイライラすると感じたときは、その自分を否定するのではなくて、今イライラしているんだねと自分の感情を共感してあげましょう。自分なのだから、自分がどんな感情を持っていても、今はそういう感情なんだねと理解してあげましょう。どんな自分でもいいということです。こうでなければいけないは、かつて親が決めた指針であって、それを知らない間に受け継いでいるということです。こうでなければいけないのではなくて、自分はありのままで価値があるという価値観へ変えていくことをお勧めします。価値観の変え方については、アダルト・チルドレンは価値観の歪みを直そうなどの動画を参考にしてください。また、自動思考は癖だし、勝手に出てくるので、自分を責めるのはやめようと思っていても、気づかないうちに自分を責めている思考をしてしまいます。自動思考に気づけないと、文字通り自動で悪い方向へ進んでしまいます。自動思考に気づく訓練にはマインドフルネスがおすすめです。アダルト・チルドレンにマインドフルネスがおすすめの理由という動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。自分を責めないことはアダルト・チルドレンにとって難しいことですが、とても大切なことです。今後もアダルト・チルドレンにとって大切なことを配信していきますので、仲間になってくださる方、応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。